めぐみ伊勢マリアのハンターハンターハンタースタジゴンフリークス役のハンめぐみです。オ。キルワゾルディック役の伊勢マリアです。日本テレビ系列で現在放送中のアニメハンターハンターのラジオ番組第1回目放送が始まっちゃいました。イエーイはい、はんちゃん、はいとても緊張しているとは思うけど、はい、落ち着いて全然落ち着いてないです。落ち着いてリラックスして今不意打ちで始まっちゃったのでね、本当だよね、不意打ちで始まりましたよ、急に。そうです。でも逆にそれが良かったかなとおうってね、はんちゃんリラックスしてはんちゃんらしく申告してハンハンターハンハンターはいそんな感じでですね、私たち2人で仲良く一緒に番組と一緒にね成長していけたらなと思います。はい、頑張っていきたいと思いますけれども、先日プレ番組第0回が放送されましたね。皆さん聞いていただけましたでしょうか？聞いた。お、聞いてくれたんじゃん。てかラジオパーソナリティだしね。あ、そうですね。ラジオ初体験ということで、はんちゃんどうでしたか？いや、もう緊張ですよ。緊張でガムも飲み込んで拳はグーですよ。そうだよね、ずっと手が握り拳でグーってなってたもんね。今日は解放していこうと思っております。肩の力を抜いてね。はい。緊張するな。はい、やっていきたいと思います。アニメの方もね先週からスタートしまして、もう皆さん見ていただけた方々もいらっしゃるかと思うんですけれども、プレ放送の時にもちらっとお話ししましたが、ゴンの育ての親ミトさんというキャラクターがいるんですけれども、そのミトさんの役を実はハンちゃんの実のお母さんハンケイコさんが演じてらっしゃるんですよね。そうですね。そうですね。実際アフレコの話もちらっとしてもらったけど、改めて第1話、皆さん見てくださったと思うので、改めて第1話のアフレコどうでした？もうですね、お母さんですよ。自分の実のお母さんだもんね。お芝居をするというよりも本当になんかその場の言葉のやり取りというか、母子の会話というか、その中で演じたというよりも本当に会話してしまった感じで、思わずねやっぱり来ちゃうものいっぱいあって、もう胸がねなんかいっぱいになっちゃうよね。いっぱいになりましたね。緊張でも胸がいっぱいだし、もうそれも含めもうやっぱりね、ゲストの方が毎回ビッグネームな方ばかりで、豪華なね大先輩の方たちばかりだもんね。はい、そのセリフを言ってる後ろ姿を見つつ、本当にもういつも感慨深くて熱くて、あったかい現場だなって本当に思います。そうだよね。でもどうなんだろう、実際はんちゃん自身、このラジオもそうだけど、アニメでこう主役を張るっていうのは初めてのことじゃない？初めてですね。やっぱりその緊張ももちろんあると思うんだけど、逆にこうお母さんがいてくれることによってやっぱすごい心強い部分ってあると思うんだけど、なんかこう例えばさ、実際こう私たちね台本をいただいて、家で練習をしてくるじゃないですか。しますね。同じテレビ画面、V を見て声を当てるわけ？声を当てながら、やっぱりダメ出ししてもらったり、この意見を言ってもらったりする中で、V は流れるんですけど、セリフは流れないで会話と喧嘩が進んでいくというか何も当ててる状態にならないというか、もう次A パート終わっちゃったお母さんみたいな、どうしよう巻き戻しって言って、それが結構時間がかかるものでございますね。でもいろいろアドバイスとかもねもらえると思うから、きっと本当にどんどんミトさんがね家に帰ればいるわけじゃないですか。いますね。仁王立ちしてね。私もね第1話キルはまだ出てきてないんですけれども、一応現場にね見学に行かせてもらって、なんかその2人の姿をこうそばで見させてもらって、なんかすごい本当にゴンとミトさんだなっていう。なんかこうリアルになんかなりきってるじゃないですけど、すごく感慨深いというか、すごくなんかいいものというか貴重なものを見させてもらったなっていう初の共演だったのでね。そうだよね。そうですね。なので皆さんにもね、そういう部分にもちょっと注目していただいて聞いてみてもらいたいななんて思いながらね。
それではね、そろそろ始めていこうかと思いますよ。はいそうだねじゃあそんな感じでで始めていきたいと思いいまますす。はい、わかりました。それではハンターハンターハンタースタジオスタート。アンめぐみ伊勢マリアのハンターハンターハンタースタジオ。このラジオが始まることを知った皆さんからたくさん早速メールいただいちゃいました。はいそうなんです。たくさんのメールありがとうございまあした。りがとうございます。そこでねちょっと今私たち実はこのラジオを収録してる現場に、はいなんとカメラが入っているんですよ。皆入ってますさんどうもこんにちは。今ちょうど私たちカメラに向かって手を振ります。振りました。ちょうどこのカメラは何かと言いますと、とある番組、何らかしらの形でちょうど放送、皆さんにも見ていただけるお届けできるはいことになりますね形になると思いますので、はいそちらの方もね楽しみにしていただきたいんですけれども、じゃあ早速メールをどしどし来てますから紹介したい消化しちゃいたいと思います。ごめん全然はいはんちゃん落ち着いてはんちゃん落ち着いてリラックスしてはい何言ってるかわかんないよ気持ちを音声で伝えようとしてみました。はい行きますよ。それでははい1通目はい1通目紹介します。こちら、ハンドルネームアウラの黒髪さんからいただきました。ありがとうございます。グミタンリーヤごきげんよう。ごきげんよう。新番組開始おめでとうございます。ありがとうごありがとうございます。グミタンはハン恵子さんのご息女ということで、はいお母さんにですよね。優しくて綺麗な瞳がそっくりだと思いました。お母様の下で修行しているグミタンと夢のために幼い頃から努力を重ねてきたリーヤ、可憐で努力家のお二人が演じるゴンとキルは楽しみにしています。それではまたメールしますね。で続いて同じような感じでもう一つ紹介したいと思います。はいハンドル名クジラ島の住人さんからいただきました。ありがとうございます。初めてメールします。質問があってメールをしました。はいゴンを演じるハンめぐみさんは新人さんとのことですが、どんな人なのですか？ネットで調べてみたものの、お母さんが声優で占い師らしいとかしか出てきませんでした。どんな人なのか興味があるので、ぜひ自己紹介などお願いします。ということで、はいアウラの黒髪さんとクジラ島の住人さんはね、やっぱりこうハンちゃんめぐちゃんが今回ゴンを演じるということで、きっとこうネットとかで調べてくれたんだと思うんだよね。するとやっぱりまだ、今回お仕事、デビューして間もないということで、情報がやっぱりお母さんである恵子さんの情報がいっぱいあったと思うので、改めてちょっとハンめぐみという人物が一体どんな人なのか、紹介してもらいたいなと思うんですけれども。紹介ですか？自己紹介っていう感じですかね。突っ込んでくださいね、なんかあったら。わかった。そこ期待してるのでお願いしますね。はいハードルを上げられた。はいハンめぐみでございます。こんな人です。ハンちゃんこんな人ですって言っても、確かに、それがハンちゃんらしい。そうなんです。すごくもうその言葉に全てが集約されてるような気もするけど、きっと聞いてるリスナーの方々は、ハンちゃんの声と顔できっとこんな人なのかなってイメージをしてくれてると思うんですよ。なので例えばそうだな、じゃあ趣味とか聞いてみようかな。趣味は絵を描くこととか写真を撮ることとか、ものづくり大好きですね。いろんなものづくり。例えば、工作もそうなんですけど、裁縫とか、料理はですけど、お菓子作りとか、なんかその作品作りもそうですし、それも含めてなんかものづくり作ることって本当大好きですね。楽しいです。なるほどね。そんな感じに、そういうちょっとこうなんていうのかな、ボーイッシュ的な、結構そういう工作何かを作り上げるっていうことも好きだし、でもイラストとか絵を描くちょっと女の子らしいことも好きなんですけど、でもやっぱりちっちゃい時男の子っぽかったらしくて、電車とかバスとかに乗ってもちょっとそこの坊やみたいな感じで間違えられるぐらい男の子っぽくって、本当に短パンランニングで外校庭走ってますっていうようなのが今の私でございます。今の私もそれがちょっとある感じがしますね。すごく活発だよね、ハンちゃんね。元気が取り柄です。元気だし、なんていうんだろう、みんなにすごく愛されるキャラクターだなって私はすごい見て
と思いますね。そんなことないですよ。いやいや、まあ、そうだよ。なんか眼差し温かくてもちょっとほっこりしてますほっこりしてます。なるほど。まあまあ、はい、皆さんねきっとハンめぐみってどんな人なんだろうってすごく興味があると思うんですよ。なので私はねこのハンタースタジオこのラジオ番組を通して、はい、まあ、もちろんハンターの作品紹介、はい、まあ、今後こういう風になっていきますよとかコーナーで皆さんと一緒にこうもっともっとコミュニケーションが取れたらなとは思うんですけど、はい、まあ、それと同時に、まあ、ハンめぐみがどういう人かっていうのも同じようにこう紹介していけたらいいなってすごく思いますね。紹介、緊張しちゃう。もう丸裸になっちゃう。なぜならば、はい、私が初めてハンちゃんと会った時に、こう抱いた感情っていうのかな、すぐその友達になりたいっていう、この子すごい好きっていうその気持ちっていうのは多分誰しもがね抱くものだと思うの。だからこのリスナーの皆さんにも絶対ハンちゃんを知ってもらったらもうみんな好きってなると思う。だからぜひともこの作品じゃないわ、このラジオ番組を通してもっともっとみんなに知ってもらえたらなって思いますね。そんな私のことだけでもなんなのですよね。だから、せっかくですから伊勢さんのその優しいお言葉をかけてくださる伊勢様のことも私は知りたい。私ですか？私も知りたい、リスナーも知りたい、どんどん知りたいです何人わかんありがとう。そうだね、私まあ自己紹介と言いますか、まあ、改めまして、そうですね、初めましての方もいらっしゃると思うので、まあ、改めて自己紹介させていただきますと、もともと私ハンターの作品を、まあ、中学校の時に、まあ、すごい好きで、まあ、そのミュージカルを見に行ったね、声優になりたいと思ったのが、まあ、直接のきっかけで、今現在こうして声優の仕事をさせていただいてるんですけれども、まあなんて言うんでしょう、私自身はすごくそうですね、趣味とか好きなものは今ハンターって聞いちゃったし、趣味とか普段なんかどんなことして時間潰したりとかしてます？時間潰したりじゃないなで趣味とかありますか？趣味はね、私料理とかすごい好きですね。ブログ見てますよ。ありがとうございます。料理とかもお休みの日とかがあれば料理したりとか、まあ普通に映画を見たりとか、まああと写真を撮ったりとか、そういうのも好きですし、まあ普通になんか友達と一緒にご飯ショッピング行ったりとか、ガリだ。普通に23歳なんですけれども、23歳らしいっちゃらしい感じですかね。でも体を動かすこともすごい好きです。運動ってなんか部活経験とか前習ってたとかって？そうですね、中高通して私中学2年生の時に、そのいわゆる劇団の養成所に入っているので、で仕事も16歳の時から始めちゃってるので、一つの部活にずっと長くいるっていうのができなかったんですよ。だから自分の中で結構いろんな番組でも言ってるんですけど、これマイルールを作って、一つの部活は3ヶ月かで決めて全部を回るっていう、全部贅沢ですな。なので、バスケ、バレーボール、吹奏楽部とかいろんなその体育会系からその文化系の、部活までいろいろと経験させてもらって、それはすごくなんか役を演じる時にでもすごく活かされてて、なんかいろんな経験をさせてもらいましたね。アクティブですね。まあそんな感じで、じゃあ続いてのメール、ハンドルネームミリオさんからいただきました。ありがとうございます。プレ放送内でお二人のあだ名の募集が始まっていたので考えてみました。ハンさんはゴンハンかっこゴンさんのイントネーションでゴンハンかゴンハン。伊勢さんはキルマのマが私のマリアの漢字のマですね。かなり直球なネーミングですが覚えやすくて良いのではないかと思っています。これからの活躍を願っています。頑張って。ありがとうございます。じゃあ続いてもう一枚あだ名についてね紹介していきます。ハンドルネームみなさん、ありがとうございます。めぐみさん、マリアさん、こんばんは。こんばんは。プレ放送聞きました。ありがとうございます。お二人のハンター愛が伝わってきてすごく嬉しかったです。そしていよいよアニメが始まるんだなってテンション上がってきました。あげほんと夢みたいです。星ありがたい。ゴンメグ&キルマリかわいいですよというこの前のプレ放送でね、お互いに名付けた感想を言ってくださってますね。私も一応考えてみました。その1、
めぐみんマリアン。その2、めぐめぐマリマリ。あ、もう一個あった。その3、めぐみフリークスマリアゾルディック。すみませんって書いてある。謝んなくていいぞ。それではこれからアニメとラジオ毎週生きがいにしていきます。かっこ笑い頑張ってください。びっくりマークびっくりマーク。またね。ありがとうございます。いっぱい読んじゃった。はんちゃん最高。面白いなんかテンション上がってきちゃって。びっくりマークもちゃんと読んだ人初めて見たよ。途中からですよね。でもね、ありがとうございます。ちょっとね、オリジナリティ溢れていこうかなって、めぐみを出していこうとかなと思って、めぐみを。なるほど。肩の力抜いて。抜けない。すいませんね、リスナーの皆さん、はんちゃん何さ初めてなもんですから、温かく見守っていただけたらと思います。実際どうですか？めぐみ&マリアンとかめぐめぐ&マリマリとかいただきましたけれども、めぐみなんかさ、さっきさ、どなただっけ、どなたかがさグミタンって言ってなかった？言ってらっしゃいますね。これこのまま放送されるのかな。それはそれで面白いね。あれだ、アウラの黒髪さんがはんちゃんのことをグミタンって呼んでたんだけど、このグミタンってどっかで呼ばれてた名前なの？グミタン呼ばれたことないんですよ。なんかいつもやっぱりめぐちゃんとか、はんちゃんとかっていうのが多かったので、グミは新しいですね。じゃあきっとアウラの黒髪さんが考えてくれたのかな。嬉しいですね。すごく可愛くない？グミタン。食べたいなグミ。グミタンとさ、リーヤって私もともとあるあだ名なんだけど、そうなんですか？なんかグミタンとリーヤってすごくなんか響きが綺麗だなって私は思ったんですけど、グミタンとリーヤどうですか？いいんじゃないでしょうか。じゃあこのハンタースタジオ内での私たちの呼び名は、ハンめぐみがグミタン、そして私伊勢マリアがリーヤということで決定しましょうか。イエーイ、決まったよ。どうありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じでですね、今後もどしどしメールを送っていただきたいと思います。アニメハンターに関するメールはもちろん、私たち2人への質問など何でも結構ですよ。はい、お便りどんどんお待ちしております。以上、メール紹介でした。伊勢マリアのハンタースタジオ。皆さんからネタメールをいただくコーナーについてご紹介していきたいと思います。はい、ラジオといえばですね、普通のお便りはもちろんネタメールも大事。皆さんしっかり聞いてメールを送ってくださいね。まず一つ目のコーナーはこちら。今週のブラックリスト情報。さてこれはどんなコーナーなんですか、はんちゃん。はい、世界のどこかに潜んでいる賞金首、そんな賞金首を狙うブラックリストハントがハンターの世界には存在しております。このコーナーではそんなハンターたちに賞金首の情報を提供するコーナーでございます。なるほど、ちょっと物々しい感じでございますけれどもね、実際にこの今週のブラックリスト情報というコーナーがどんなものなのか、ちょっとスタッフさんが例題を用意してくださったので、その例題をちょっと読んでこんな感じだよと皆さんに紹介したいと思います。それじゃあ私の方から紹介させていただきたいと思います。食事をした後の満足感をやつは簡単に打ち砕く。そのブラックリストの名はカレーうどん。ごちそうさまと服を見ると茶色いシミが。どんなに注意してもやつからは逃れられない。チャラはい、こんな感じでですね、今例題を出しましたけれども、カレーうどんですね。はい、こういう感じになるんですね。そう、なんでもいいんだ。例えはね、なんだけど、皆さんそこにちょっと面白い文を考えていただいて送っていただくと。で、ちなみにこのコーナーでは皆さんがその送ってくれた賞金首には私たちが独断と偏見で賞金の金額を決めていきます。決める権利が。例えばじゃあ今発表した例題を、もしはんちゃんだったら一体賞金いくらぐらいつける？例えば、ハンターの世界ではジェニーっていうお金の単位ありますけれども、例えば152ジェニーがジュース1本分の値段になっておりますので、それをちょっと基準にした上でね。はい、そうだな、カレーうどんか。
チーンで音が鳴ったいいねいいね。300ジェニー、あ、ちょうどいいんじゃないですか。カレーうどんね、安いとこそんな感じだもんね。300ジェニーね、はいはい、まあこんな感じで皆さんに考えていただいて、私たちがそれにジェニーをつけると、そういう流れになっております。なるほど。じゃあ続いて例題に発表してもらおうかな。発表しますね。忘れた頃に奴は突然訪れる。その賞金首の名は期限切れの割引券。財布を整理すると出てきたやつはなんと有効期限切れで1年以上過ぎていることも。いつか使おうと思わせておいたのに。読んでるハンちゃんがかわいいいっぱいいっぱいかわいいいっぱいいっぱい。はい、まあ今じゃあ発表してもくれたものに、じゃあ例えばジェニー賞金額をかけるとしたら、伊勢さんおいくらぐらいですかね。だって期限切れの割引券でしょ。使えないんじゃない、きっと。使えないけど。使えない。財布を整理したら突然ピョンって出てきちゃったんだもんね。でもそこにはもしかしたらいろんな思い出が詰まってるかもしれない。この日何だったとか。でもどうせ忘れてた頃だから、忘れてて突然出てくるんだよ。忘れてたんだ。だから価値としてはもうゼロに近いからゼロジェニー。ありがとうございましたまあそんな感じで、まあ皆さんからいっぱいブラックリストというかね、こちらの方に送っていただきたいなと思います。まあ漢字はね、雰囲気は伝わったかなみんな大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。はい、それではもう一つのコーナーを紹介しましょう。ハンターになりたい理由。これはどんなコーナーですか？はい、タイトルの通りですね、ラジオを聞いている皆さんからハンターになりたい理由を書いて送っていただきます。なるほど。まあきっとね、ハンターになりたい理由ってみんなそれぞれ違うと思うんですよ。まあ例えばゴンだったらお父さんのやっていたね、仕事が気になって俺も親父みたいなハンターっていう仕事についてみたい。なるほど、まあそんな理由であったりやったじゃないですか。まあこんないろいろ理由があると思うんです。ちなみにハンちゃん、ハンターという仕事に魅力を感じますか？感じますよっていう感じですよね。まあ魅力はね、もちろん魅力は感じますよ。だって、いろんなハンターいるわけじゃないですか。やっぱりハンターの世界には、この先ほど紹介したブラックリストハンターだったり、グルメハンター、美食ハンターであったり、あと動物保護のね、ハンターであったりとかっていろいろありますわけですよ。この漫画を読んで学んだ感じしますよね。なんかハンターっていうとなんか狩るっていうイメージがあるじゃないですか。そうだよね。そんなイメージがありましたけども。なるほど。私はね、ハンターという仕事にすごく魅力を感じる部分の一つに、担保なしで1億円借りれるっていう。あった条件ありましたね。いやいいですね。1億円お金ちょいって借りれちゃう。あといけない危険区域にも入れちゃうし、ドキドキしちゃう。普通の人だったら知りえない情報をハンターライセンスを持っていたら何でも聞けちゃうっていう、そこにすごく魅力を感じるななんて。特権がいっぱいありますからね。あるからね。そんな感じで、皆さんのこのハンターになりたい理由をね、ぜひとも知りたいので、いろいろ面白いハンターになりたい理由を書いて送っていただきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ハンめぐみ伊勢マリアのハンタースタジオ。あっという間にお別れの時間になってしまいました。はい、今回第1回目ということで、ハンちゃんはものすっごい緊張してたと思うんだけど、緊張しておりました。いかがでしたか？緊張しました。なるほどもうその一言に尽きると。尽きてしまいますね。はい、皆さんと一緒にね、もっともっとハンターという世界観、もちろん私たちも大好きなので、一緒にそういうのを共有していけたらなと、あったかい番組にしていきたいね。していきたいですね。皆さんと一緒に作り上げていきたいです、本当に。はい、コーナーも紹介したので、たくさんメールを送ってきてください。それでは、また来週お会いいたしましょう。はい、ハンタースタジオ、お相手はハンめぐみと伊勢マリアでした。